る方にとって、一番のものっていうのがもうパーフェクトなんです。いらっしゃいませ、どうぞ。遠いところありがとうございます。こちらです。足元気をつけてくださいね。どうぞおかけください。こんにちは、おはようございます。今日はね、皆さんにリアルな、インテリアレッスンの体験をしていただく、会になってます。で、こうやって皆さん席についていただいたら始めるんですけれども、まず最初にお名前を呼ばせていただきます。で、これは店頭に来ていただいている方それぞれ、それからあと Zoom の方、それから、アーカイブで見てくださるね、視聴してくださる方にも向けて一応お名前を呼ばせて出血を取ってます。はい、それで今日はねミニになるんですけど、実際リアルにやっているレッスンの一部をさせていただくんですけど、その前にね、どうして、インテリアレッスンをしようっていうふうに思うようになったかっていうことをお話ししたいなと思います。っていうのはね、やっぱりたくさんのお客様からご相談も日々お受けしてますし、それから店頭でに来ていただいたお客様にどんなふうにコーディネートしていったらいいかっていうことをお話しするんですけど、結局それってね、やっぱりこんな感じでどうですかっていうふうなその結果でしかお客様にお伝えできないんですよね。やっぱりインテリアっていうのはね、ちょっと失敗やっぱりしたらもう家具とかでこれじゃなかったなみたいなことになったら、もう何十年もずっとそれを思わないといけないから、まずは失敗してほしくないなっていう。で、その失敗するっていうのは特に何かが間違ってるからとかではないんですよ。やっぱりその方にとってどうかっていうことが一番大切になってくるので、インテリアにねこうセオリー通りにこうやっていったら何かパーフェクトなものができるとかっていうのはないんです。特にフランチのインテリアはね。っていうのはいろんなインテリアのスタイルがあるんですけど、特にフランスのインテリアっていうのは、フランス人の気質を反映しているというかね、やっぱり一番大切なもの、一番正解はその方にとってどうか、住まれる方にとって、一番のものっていうのがもうパーフェクトなんです。で、それはね、じゃあ住まれる方のにとって何が一番大切かっていうことが分かってないと、具体的に表現できないというか、具体的なものが作れないなんですね。なので、インテリアコーディネートをする上で、いろんな選択肢があると思うんですけど、その時に迷わずにこれだっていうふうに自分が決められる、決断していっていただけるようにと思って始めました。それでレッスンは10回で、10回レッスン受けていただいたら、1回1時間半ぐらいなんですけど、だいたいインテリアのご自分の私はこういう形で作っていくんだっていう確信がそこで持っていただけるようになったら、成功かなっていうふうに思ってます。それであと特別会っていうのが3回あるんですけれども、それは単発で受けていただいても大丈夫です。全てね単発で受けていただけるんですけれども、インテリアレッスンのコース10回コースっていうのは10回、トータルで受けていただいたら、最初は受けた時はあれって思ってたようなことが、やっぱり回を重ねるごとに確信になって変わっていくっていうような形で、レッスンを構成してますのでね、もしできたら10回受けていただけたらなと思います。それで10回受けていただいた方にはこんな感じで最後の回に、卒業証書、こんなのお渡ししてます。でこれをね本当なんていうか、そんなね特にこれで何かお仕事ができるとかじゃないのであれなんですけど、でもね10回って結構大変だと思うんですよ。なのでねお渡ししてます。であとプラスパリのねお土産を9月に行った時にパリのお土産を買ってきて、それを記念にしていただくようなものをね
お渡ししたいなと思っています。はい、それからあとレッスンのが終わって24時間後アーカイブの方は URL を送らせていただいてから24時間、10% オフで何でもお買い上げいただきます。すいません、ちょっとアステだけはね契約上ちょっと難しいのでアステ以外になるんですけれども、それで、そのレッスンごとにこう少しずつこう買い足していっていただくというかね、買うきっかけにしていっていただいたらいいかなっていうふうに思ってますので、それも楽しみの一つかなと思います。はい、では今日はね10回コースの第3回目になりますリビングダイニング、一番ね興味があるかなと思いますのでガチのレッスンしたいと思います。リアルレッスンです。はい、でまずインテリアのね基本としてリビングダイニングに限らずフォーカルポイントっていうのを作ります。はい、これはね主役の見せ場っていうことですかね。でやっぱりこう家具をこう配置する時にこのお部屋の大きさに合わせてこれぐらいの家具を買ってこの壁の、幅に合わせてこう置くっていうのではなくて、そのお部屋があった時にそのお部屋のその中心になる場所を決めるわけです。でもう本当に見せ場を決めるわけですね。でそれは、それもねどこに決めたらいいですかっていうご質問よく聞くんですけれども、一概には決められないんですけど、一番お部屋の中心で落ち着く場所っていうふうに思っていただいたらいいかなと思います。でその場所を決めたらそのフォーカルポイントっていうのを作っていくんですけれども、もうねそこが可愛かったらもうお部屋入っても3秒ぐらいでそのお部屋はもう可愛いっていう認識になるんですよ。でなので、でもその横を見た時にあれって思われないように、それはそのサイドの部分っていうのはそのフォーカルポイントを引き立たせるような形で作っていきます。だから壁があるからその壁にこうかける額装をつけたりいろんなこう場所場所でデコレーションするのではなくって、まずフォーカルポイントのデコレーションを決めたらそれにこう付随するような形で作っていきます。フォーカルポイントはね、そのお部屋のインテリアの中心となる場所なんですけれども、壁って先ほど言ったんですけど壁だけじゃなくって床から天井までのその部分を言います。でその壁の部分に昔はどこって決めなくてもあったんですよ。もう決まってたんですね。それもパリのアパートとか行くともう暖炉があって、で暖炉の上に鏡があって、でもその場所がもう自然とお部屋の中心になるようになってたんですけれども、今はねそういうのがないのでその代わりにコンソールとかキャビネットを置きます。それでコンソールやキャビネットの上に絵とかそれから鏡何かを配置します。であとプラスシャンデリア、シャンデリアでなくてもいいんですけど、この照明器具がしっかりこう、一部となって下がっているというような形で作っていきます。それが基本のセットになりますね。はい、で次がボトムとトップは2対1の割で作っていきます。これはね、無理やりこう数値化しなさいって言われて、した形なので、だいたいこんな感じっていうふうに思っていただいたらいいかなと思います。やっぱり上がちっちゃくて下裾広がりにするっていうことです。でフォーカルポイントの上部の中央にはねやっぱりシャンデリアとかポイントになるオブジェ、照明器具が一番理想なんですけれども、そういうのを置いてこう三角形に作ります。はい、じゃあこれからね実際、そのお店の中でねそのフォーカルポイントっていう場所に行って、実演したいかなと思います。それでその時フォーカルポイントのね、棚の上の飾り方も合わせて、ご説明したいなと思います。レッスン受けていただいて、嬉しいねお声もいただいているのでちょっと自慢させてください。知識も増えたし、あれなんですけど、何より勇気をいただいたっていうか、こう自由に変えていいとか、思い切って好きなものを買うとか、なんかやっぱ理論で考えがちだったのを、好きなものを買うのが一番いいみたいなこととか、なんか変えていくパワー、後押しをしていただけたのが本当にありがたくて、変わりました1年で。レッスン受けて
そのたんびに家帰ってこここんなんじゃないと思って展示して楽しく、はい、模様替えしてました。めちゃくちゃ本当に楽しく過ごさせていただいて、その後もね、同じレッスン参加させていただいた皆さんとか先輩の方たちとかもちょっと交流させていただいたり、こうインテリアのね話とかね、みんなで楽しくさせていただいたりして、でも感謝しております。あと2024年のちょうどレッスン終わったところなんですけどの方がもう全然相談を受けてなかったんですけどね、このお家でこうどしっとした家具でもうなんかちょっとね若々しい軽い感じにしたいっていうふうに思われてた悩まれてた方なんですけど、私特に何もアドバイスしなかったんですけど、こんな感じのお家ね、でそれがこんなになったんですよ。すごくないですか？いやもうなんかって思って、ちょっとソファーを移動されてこうダイニングにされたっていうので、随分そのイメージ変わってるんですけどね、これ床とそれからこのランプ作っただけなんですよね、つけられただけなんですよ。もう本当コストパフォーマンス最高ですねって言ってもう大絶賛したんですけど、はい、こんな感じでご自分で、はい、作っていただけるようになるかなって思いますので、ぜひねよかったら来年のレッスン2月から始まりますので受けていただいたらなと思います。ありがとうございました。先ほどお話ししたみたいにフォーカルポイントっていうのはこういうふうにキャビネット、こう鏡があってこうランプがあると、こういう三角形で作っていきます。フォーカルポイントのデコレーションっていうのは基本的にはシンメトリーに作っていきます。だけどシンメトリーに作るっていう、左右対称ということなんですけど、この、ランプ一つ置いてます。でこれをこう両サイドに置いて作っていくと、あんまり基本に忠実になるとめちゃめちゃクラシックになるので、少し変形入れながらしますね。でまずこのランプを置きます。でこういうところはやっぱりなんかマストでちょっとランプは置いていただきたいです。でその次に、中心になるものを作ります。この場合はこうコレクションされてるねデコレーションでもいいんですけど、やっぱりお花がやっぱり一番ね雰囲気出せませんので、こんな感じで中心に置きます。そしたらこう三角形になるようにこれからデコレーションを作っていきますね。こんな感じで入れます。そしたらこういう感じで、キャンドルとかこう少し光るものがねすごくこう作りやすいです。はい、こんな感じでできました。長時間ありがとうございました。お疲れ様でした。また来月もお待ちしてます。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしてます。